There was Melody です。今日は1月9日の金曜日。今はなんと朝の5時24分です。今回も朝一番早い便、ライアンエアを使って今度はイタリアのナポリに行ってきます。朝何時に起きたかな結構ギリギリまで寝れなくて1時間ぐらいしか寝れてないんですけれども、でもなんかビジュがいい気がする。なんか肌の調子がめっちゃいい、じゃなくて今日は朝3時半に家を出て、でそこからスウェーデンプラッツというステファン大聖堂の隣の駅まで行って、そこから出ている1人片道11ユーロのエアポートバスに乗ってここまで来ました。搭乗時刻の1時間半前に着きました。なんかライアンエアってめっちゃ遅れるし、1回2時間ぐらい待たされたことあるよね。もっとだっけ。ベネチアから帰るとき実は2、3時間ぐらい待たされて、夜中の0時過ぎにウィーンにやっと着いた。本当は9時とかに着く予定。正直機内はあんまり綺麗じゃないし、もう毎回こんなに朝が早いんですけれども、とにかく安いので、もうめちゃくちゃヘビーライアンユーザーです、私たち。しかし眠いな。今回はグルメ旅、私の大好きなピザを食べまくろうと思います。最悪なことに私パスポート、旦那がいつも2人で旅行するときは持ってくれるんですけど、なんか私のパスポートは持ってきてなかったらしくて、幸い昼の便がオーストリア航空であったので、ちょっとプラス300ユーロぐらいかかるんですけど、なんか私が悪いけど、でも本当に何度も聞いてたから、私のパスポート持ったかって。パスポート持ったって聞いて、ちょっと意思疎通がうまくいってなかったですね。家帰ってパスポート取って、旦那は一人でももったいないから行かせたんですけど、もう本当に最悪。なんか初めてこういうこと起こった。はい、じゃあ家でパスポートを取りに行ってきました。なんとか。今は7時50分ぐらいで、今日のオーストリア航空12時の便で、ナポリ2時15分に着く予定です。もう半日潰れましたね。はい。気を取り直していろんな予定を考えてたら、3日目にガッと観光地をさーっと見まくったらなんとか行けるかなと思うので、というか家の近くまで来たら、ここ家の近くなんですけど、めちゃくちゃ雪が降っていますこんなに雪降る日も珍しいぐらいで、そこ川なんですけど半分凍っていますね。この川5年前は完全に凍って、みんなすごいスケーティングしていたと聞きました。ちょっと怖いですけどね。では、また空港に戻ります。本日2回目の荷物検査。無事空港に再び到着して3時間ぐらい、ちょっと寝たり、あとはドイツ語を勉強したりしました。でさっき旦那とも少し電話して、ちょっと話し合って、今後はパスポートどうしようか問題とか、お互いもごめんって言い合って、
どういう管理をするべきだったかっていうのがあまりはっきりしていなかったので、なんだかEU 圏内はどうしてもEU のナショナリティを持っていない人間は飛行機で EU 圏内を移動するときはパスポート必要だそうで、今後はもう高い勉強料と思って絶対にパスポートがあるかどうかを見せ合ってリュックに入れるということをしようって決めました。はい、まあ正直に言うとこの醜態を晒すことを未だに悩んでいて、すごく恥ずかしいし、動画自体撮るのやめちゃおうかなって思ってるぐらいなんですけど、すごくテンションが下がってて、この間抜けな話をぜひ笑い話にできたらなと思います。なんか声が変になってきたいつか笑い話にできるように、これもまたネタと思って、海外旅行に行かれる際は私の泣き顔、この醜態を思い出して、パスポートがバッグの中に入っているかぜひ確認してください。パスポートチェックされないんですけど、今回どういうこと？外はすごい雪景色ですね。ガラガラですね。正直ウィーンからナポリに行くチケットが275ユーロしたので、ライオンエアだったら1人80ユーロぐらいだったので、それはガラガラですよね。なぜパスポートを今回チェックされないのでしょうか。Mensen met onze Kevin Crowfunding an Bord und es Airbus A320 begrüßen zu dürfen. Zuerst möchte ich mich für die entstandene Abflugsverspätung entschuldigen, der Grund dafür war die verspätete Ankunft. またもトラブル発生で、この飛行機の除雪作業 D アイシングが必要で、今その作業の順番待ちだそうで、1時間ぐらい待たなきゃいけないって今言われちゃいました。辛い、めちゃくちゃ辛い。5時にナポリの地下を見学するツアーを予約していたんで、それになんとか間に合えばいいんですけれども、正直めちゃくちゃお腹空いてる。家一旦帰った時にお茶漬けだけ食べたんですけど、それ以外何も食べてなくて、もう着くかなと、あと1時間半で着けるんだと思ってたから、マジで心折れそうですね、ここまで来ると。ゆうくん最悪。もう雪がやばすぎて飛ばないって言われちゃった。飛ばないで、やっと今次の便に振り替えてくれたんだけど、でなんか夜の今2時43分で、夜の6時半でミラノで乗り換えてナポリに夜の11時に着く便に振り替えてくれたけど、でも雪はもう止んだけど、でも最悪っていうかめっちゃお腹空いてる。最悪結局私6時半まで何したらいいの。ここでレストラン中はないんよ。であったとしてもすごく高いんだよ。6時半だったら1回出て外にあるバーガーキングに行ったら安く済ませられるけど、どうしよう。
もう一回、今日荷物検査3回目行く。なんでこんなことが起こるの？正直機内はあんまり綺麗じゃないし、めっちゃ遅れるし、狭いのともう一個言おうと思ってた。ということで整理をすると、残念ながらウィーンからナポリに行く12時半発の便が欠航となりました。呆れてきたというか笑ってしまう。ちょっとさっきは泣いちゃってたんだけど、次オーストリアンエアラインズが繰り返していただいた便が今日の6時半、ミラノにまず行って、でそこから、乗り換えでナポリに行くという便です。さっき見た感じ、ほぼ全てのオーストリアンエアラインズの飛行機が1時間ぐらい遅延しているので、もう果たしてそれも行けるかどうか、それもちゃんと6時半で時間通り出てくれるかどうかもわからない状況ですし、今日のナポリの地下のツアーはもう私は参加できないので、今旦那に、キャンセルできるかどうか確認してもらってて、で明日ポンペイ1日行くツアーにしていたんです。すごくポンペイの遺跡見たかったんですけど、それをキャンセルしました。2人分、ポジティブに考えると、そのポンペイツアー2人分のお金が270ユーロで、ちょうど私の今回のフライトの値段と一緒なんですよね。だからなんか浮いたというか。であとは、ミールバウチャー20ユーロ分オーストリアエアラインズが支給してくださいましたので、次それを使います。きつい。もうお腹空いてたまらないので、ちょっと出てバーガーキングがあるので、もうそこでバーガーを食べようと思います。でも本当いつになったらピザにナポリのピザを食べられるんでしょうか。っていうか、これで鬼うまくなかったらもうほんまに辛いと思うから、もうマジでもう鬼うまピザに出会えるといいんですけど、とにかく今日一日は完全に潰れたし、何よりもこう携帯しか持ってきてないんですよ。そのパソコンとか持ってきてないし、やること本当あんまりなくて、じゃあ今からバーガー食べに行きます。ちょっと匂うな。食べてみようか。バーガーキングに行ってミラノ行きの便が結局キャンセルになったことが今メールで届きました。どうしたらいいんだろうね。最初ちょっと肉の臭みがあるけども、食べたら美味しいって感じ。あれめっちゃ大きい。10ユーロ。多分匂うのは私の手だわ。さっき塗り込んだのね、ハンドサニタイザー手に塗り込んで、多分その匂いがバーガーと混ざって上ってなったんだけど、でもバーガー自体全然いい匂いする。ハッシュドポテトがビーフとパンに挟まれたやつ食べてる。でも日本の夏頃に出るハワイアンバーガーのハッシュドポテトがハンバーガーにチーズバーガーについたやつ、あれの方が1000倍うまいあれ美味しいよね。私マクドほとんど日本で行かないんだけど、夏のあの時だけ絶対2回ぐらい行く。うまい。なんていうやつだったか名前覚えてないわ。これナポリ行けるかな私。なんか無理そうじゃない。何にも連絡まだない。多分天気のせいで全部キャンセルになってるんだと思う。今は雪止んでるけど結構降ってたから危ないのかもね。どうしようかな、この動画あれにしようかな。ナポリに行きたくて行けなかった日みたいなタイトルにしようかな。
多分行けないぞこれ私。ゆうくんだけ一人でポンペイ行ってきたら明日新しいの予約して。でも雨か、すごい雨降ってんの今。あ、そうなんか来た早まっちゃった。やばい、5時40分。あ、まだ時間あるよね。まだ時間ある。まだ2時間あるから、大丈夫5時40分。ローマに行きます今度は。もうそのままローマにいたいだってさ、またそこから7時15分に着いて9時45分発、結局11時着のナポリ。いやでもどうせこの5時40分も絶対に遅延する。いや私はどうなるの。やばいな。とりあえずバーガー食べよう。結構バーガーが大きくてちょっと気持ち悪いですね。では、3回目の荷物検査です1日に3回荷物検査する人いる？なんとか無事ローマに着きました。もうヘトヘトですね。本当にもう涙出そうです。すごく旅が嫌になってきました。てかローマの空港すごい広い。今からイタリアンエアウェイズを使ってナポリに向かいます。すごい長い一日でメンタルやられましたね今回の旅。1日目もうちょっとあまりにも悪いことが続いてなんか事故でも起こるのかなっていう不安まで感じましたが、本当になんとか無事にフライトもすごくスムーズでここまでやってこれました。あとはナポリにあとちょっとで登場して。Please know the 1 year to your seat. In case of emergency evacuation, an illuminated escape path will help you to reach the exit. やっとナポリに着きました。もう本当に大変でした。やっと着きました。実は先ほどまでめっちゃ泣いてて、というのもなんか私が経験した中でも特に機体の揺れが激しい便で、なんか多分だけどイタリアンエアラインズだからか。本当にお疲れ様。よく頑張ったね。死ぬかと思う。本当によく頑張ったね。めっちゃさ、機体揺れてさ、
途中でさすごい死ぬんか、もう悪いこといっぱいあったから今日、死ぬんかなとめっちゃ思って、なんかいろいろ、でもなんか幸せだったなってめっちゃ思った。でもなんか20分ぐらい巻いてさ、めっちゃ揺れたのはそれぐらい早くしたのはなんかめっちゃ巻いたからせっかちな人だったのかな。何段行ってるこれ。地下鉄でこんなにもすごい潜るね。まだまだ潜る。まだ潜るの？ここから？うっそ。いやー、なんかやっとナポリに着いて元気が出たわ。よかったね。本当よく頑張っこれで明日めちゃくちゃ美味しいピザに慰められたらいいかな。楽しみ。ということで、私も化粧が機内でないで化粧めっちゃ崩れまくってるし、あ、23時間起きてるわ。やばい、23時間起きて顔とかやばいんですけど、なんかビジュがいい気がする今もう今回はこの動画はここまでということで、最初の1年生は挽回できるようにもう楽しみまくろうと思います。残念ながらポンペイはいけないけど、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。た。そうだ。うわうわうわ、ひょう降ってる。うわうわうわ。ちょっと待って、うわすごいすごい。